こんにちは、ゆうかです。ちょっと今日は緊急で動画を回してるんですけど、実はパパクリッパが動かなくなってしまったんですよ。最近私、中国に行ったり、ちょっといろんなことをしていて、しばらく競馬に乗る機会がなかったんですよ。今日からまた遠出をしようと思って荷物の積み込みをしに来たら、鍵が開かなくて、ちょっと一旦お見せしますね。これが競馬の鍵なんですけど、押しても開かないんですよ。なんで？ちょっと一旦手動で開けてお見せしますね。せーの、ほい。鍵をひねってもエンジンがつかないんですよ。ダメだ。どうしたんだパパクリッパ。しっかりして。私車中泊もよくするんですけど、その時も別にエンジンつけっぱなしで寝たりしてないんですよ。ちゃんと切ってから寝たりしているのに、なんでだろう。今見たら別にどっか電気ついてるわけでもないし、車内に積んでいる炊飯器とかそういう電気を使うものも全て積んでいるポータブル電源から引っ張ってきてるんですよ。だからバッテリーとか関係ないと思うんだけどな。多分症状的にバッテリー上がりかなって思うんですけど、まだ詳しい原因は分かんないんですよ。それでこの車をカスタムしてくれた B ステージさんにちょっと連絡をして、これから来てもらうことになったんですよ。なのでパパクリッパを診察してもらおうと思います。いやー、今日から本当はとある県に行こうと思って、もう撮影しようと思っていろんな予定を立てたんですけど、一旦中断ですね。やっぱり安全第一なのでプロに見てもらおうと思います。ということで今 B ステージさんに来ていただきました。よろしくお願いします。パパクリッパ鍵盤がちょっと動かなくなってしまって、鍵も開かなくてちょっと見てもらいたいんですけど、なんかはいお願いします。じゃあ鍵はいお願いします。すごい、ここにバッテリーが積まれてるんですか？そうです。ここのベッドの下に。なるほど。バッテリーが上がっちゃってたらもうすぐわかるんですか？一目で。電圧を測って、なるほど。電圧がなければ、バッテリーが上がってる。なるほど。2ボルトしか。なるほど。13.8ボルト、2ボルト以上あるんですけど。なるほど。じゃあ結構バッテリーがもうない感じですか？ほぼ空です。だからエンジンがつかなかったんですね。ポータブルバッテリーをつないで、電圧をかけます。やばい、パパクリッパ電圧が少なすぎて緊急手術になりそうです。隣で見ててかわいそう。ついた。今予備のバッテリーでエンジンはかかってるありがとうございます。バッテリーが古いんですかね？劣化してる。ちょっと古そうでしばらく交換してなさそうで。そうですよね、多分してないです。3、4年は多分。そんなに。だいたい5年ぐらいで交換時期で。じゃあちょうどよかったです。バッテリー交換も含めてちょっとその他他も点検っていう形で。よろしくお願いします。すいません。ということで今パパクリッパを診察してもらったんですけど、いろいろ点検が必要ということで、これから B ステージさんにパパクリッパが運ばれていきます。ちょっと寂しいんですけどね、しばらく入院してくると思います。元気になってね、パパクリッパ。ということで B ステージさんにやってきましたありがとうございます。競馬のこといろいろ。ありがとうございます。なんで動かなくなっちゃったんだろ考えられるとすると、以前点検した時はバッテリーっていうのは基準値にあるので大丈夫だったんですけども、やっぱり沖縄行ったり石川県行ったり長距離移動、また夜の移動が多かったりすると、バッテリーはかなり負担かかっていて、そうなんですか。夜の移動も結構昼間よりやっぱりライト使ったりとか。なるほど。それがだんだん普通の軽バンよりもやっぱり電気使うので、バッテリーの消耗が激しくて寿命が先に来ちゃ
ちゃったのかなっていう気がしますよね。なるほど。で最近のバッテリーっていうのはね、いきなりダメになることが多いので、昔のそうなんですか。車だとそろそろエンジンがかかり悪いとかっていう前兆があったんですけども、最近のバッテリーギリギリまで頑張っちゃうんで、確かにめっちゃいきなりでしたね。急につかなくなってて、かからないって言ってテンパる方が多いので、なるほど。よくあるお話です。あとは乗ってて何か気になったこととか、こういうことやってみたいなとかあれば何でも言っていただければ。なんか気になることいくつかあって今日まとめてきたんですよ。何でも言ってください。ちょっとこの間ちょっとメッセージでもお話しさせていただいたんですけど、エアコンの件について、なんか夏場とか車中泊とかもよくするんですけど、カーテンを閉めて後ろにいると全然涼しい風が来なくてもう超暑かったので、後ろにエアコンつけたいなっていうのは考えていて、動画拝見してそりゃそうだよなと思いながらやっぱり考えて、やっぱり軽バンなのでスペース的にどうしても限界があるので、従来つけて皆さんがつけているようなエアコンポンとつけて狭くてしょうがないので、なるべくスペースを取らずに、家のエアコンなんと同じように中の機械と外の機械に分けたやつにして、外の機械は床の下、で室内は、ちょっと場所考えながら邪魔じゃないところにつけて、電源はポータブルバッテリーないし外部電源から取れるようにして、エンジン切ってでも涼しい状態取れる予定で考えてます。ありがとうございます。めっちゃ実現したら嬉しいです。なんとかしましょう。あと他もいくつかあるんですけど、ちょっと車見ながら説明してもいいですか？わかりました。まず気になるとこ一つ目なんです。気になるというかちょっとやりたいことなんですけど、ディスプレイをつけたくて、モニター、あの辺になんかモニターつけてゲームとかいろいろ映画とか見れたらいいなって考えているんですけど、前に棚というかあるじゃないですか、そこにモニターアームみたいにつけてやろうかなと思ったんですけど、プラスチックだからちょっと折れちゃったら怖いなって思って、どうしたらモニターつけれるんだろうっていう相談をしたくて、普段使わない時にしまえて出せる、めちゃくちゃいいですと、結構な厚さを取ってしまうので、それをどういうふうにしようかっていうのを考えながらやります。あとはエアコンをつけようと思ってる位置が、もっとことによると今のカーテンがついてるあの辺の位置につくかもしれない。なるほど、じゃあモニターとかぶっちゃうんですか？モニターをちょっと下げるか、最悪はこっち側って言ってもゼロではないんですけどね。ここにモニターを取り付けてこうやってしまえたらめっちゃ嬉しいなって思って、難しいですかね。なんかここにアームとかいけたら、モニターの大きさをこのくらいでいいのかな。もう少し大きい方が嬉しいです。ちょっとそれを探しましょう。こういう折れるアームがあるんで、なるほど、そういうステーがあるから、それをやったことあるんですよ。なるほど。大きいのつけると、この辺まで来ちゃうから、結構邪魔ですね。それをどうしようか。ちょっとそれはまた後ほど相談します。ありがとうございます。それとあと5個ぐらい相談があるんですけど、ちょっと降ります。なんか走行中にここのドアから音が鳴るんですよ。チリチリチリみたいな。動画撮るときにいつもチリチリって音が鳴ってしまって、編集でいつも消しているんですけど、これです。わかりますか？この辺の音で、走るとすごいうるさくて気になっちゃって、これどうにかしたいなって。吸音材入れれば治りますね。なるほど、お願いします。それと次はナビなんですけど、ナビがちょっと壊れてしまって、なんかもともと保護フィルムみたいなやつが貼ってあったんですけど、私が保護フィルムって勘違いして取っちゃったんですよ。そしたら押せなくなってしまって、なんか反応しなくなっちゃって、一応そのフィルムはここにあるんですけど、なかなか大胆な。これそうなんですよ。ナビを直したくて、なんか自分で買ったナビも一応あって、ちょっと持ってきてもいいですか？なんかこういうナビというか買ってみたんですけど、これって取り付けれるんですかね？大丈夫です。本当ですか？これぜひ取り付けたいです。付け替えでよろしくお願いします。なんか走ってる時に結
結構ここを閉めて走って、うん、後ろいつもぐちゃぐちゃにしちゃうので、はい、映んないようにしているんですけど、はいはい、なんか開いてきちゃうので、ここになんかマグネットとかちょっと止めたいなって思ってっていうのと、なんかあそこのカーテンとか、はい、結構長さが余ってて水道使う時に濡れちゃったりとかして、なんかカーテンを変えたいなって思って、なんかもうちょっと柔らかい質で硬くなくて可愛いカーテンを取り付けたいなって思って、パターンか考えて、はい、どうしても遮光カーテンって光を入れないようにするとどうしても硬くなっちゃう傾向にはあるんで。なるほど。その中で柔らかそうなものをちょっと調べて、はい、なんか明るい感じで、なんかあんまりこうやってボワってなって狭く見えないような感じにしたくて。もうすぐ落ちる感じ。あ、そうです。はい。またそれも後日ちょっとちゃんと相談したいです。はい、あと最後なんですけど、結構車中泊撮影とかドライブ撮影とかするときに、なんかカメラをわざわざこうやって三脚に立ててセットしてるんですけど、それをもうちょっと楽にしたくて。なんかカメラこの部分に取り付けれるんですけど、この部分をなんかここに埋め込んだりして、この要は車側にこのネジが入るようにしてる。あ、そうですそうです。それは簡単にできる。あ、本当ですか。例えば、はい、何か金具をつけてアームをつけたりステイをつけたりすると、えらい巨大になっちゃうので、それは使いたい時に使いたいものをつけてもらえるこのネジ穴があれば、この部分をつけちゃえば全然すごい使いやすいので、それをお願いしたいです。大体この辺って位置だけ指定してもらえればそれ。そうですね。まあちょっとまたそれもちゃんと言いますね。わかりました。はい、お願いします。キッチンカーとかちょっと見てもいいですか？ありがとうございます。あそこのキッチンカーが可愛いから見てみよう。一応許可をもらったのでね、開けてみます。キッチンカー私見たことないんだよね。あ、すごい。でも前は普通なんですね。軽バンと同じ感じだ。よいしょ。あ、マジで暑い。ちょっと待って。あ、でも本当に軽バンと同じ感じで全然運転できそう。もっとキッチンカーって大きいのかなって思ったんですけど、普通のサイズですね。すごい。私もいつかキッチンカーやってみたいな。それじゃあ後ろも見てみよう。こんなに自由にキッチンカー探検できるのすごい。おお、すごい。見て見て。これって土足で上がっていいんですか？ありがとうございます。おー、すごい。めちゃくちゃキッチンだ。今ちょっと軽バンを見てもらっている最中で、私が近くにいると逆にみんな気を使ってしまうから、こっちに避難しているというか、勝手に見に来てるんですよ。私昔からキッチンカー憧れがあって、いつかやってみたいなって思ってたから、夢が叶っちゃいました。いらっしゃいませ。こちら禁酒中専用のビールを売っています。よかったらどうでしょうか。私がキッチンカーやるとしたらなんだろうな。料理できないからカップラーメンとか何にしようかな。さっき運転席側に座った時は大きさはパパクリッパと一緒ぐらいかなって思ったんですけど、やっぱり軽トラックは後ろがすごい広いですね。こんな感じでこういう風に調理道具が並べられててめっちゃ使いやすそうです。広くないですか？100じゃないかこれ。230メートルくらいありそう。全然手が伸ばせます。面白い。軽バンも大好きなんですけど、こっちもいいですね。テンション上がる？もし私がいつかキッチンカーやったら皆さん来てくださいね。禁酒中ビール買ってくださいね。キッチンカーの正面の顔もめっちゃ可愛い。パパクリッパもこういう風にしたいんですけどね。ちょっと派手すぎてパパクリッパおるやんってバレちゃうので控えめにしておこう。可愛いんですけどね。ということで皆さん、今日からちょっと遠出する予定だったんですけど、一旦中断してパパクリッパは入院することになりました。よろしくお願いします。お願いします。これから車検とか点検もしくはカスタムご希望通りのなれるできるように頑張ってますので、よろしくお願いします。
ということで、はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございましたじゃあバイバーイ。バイバイしてくださいありがとうございます。